今まで作ってきてない物語のジャンルというか、新規の完全新作の RPG を作ることでなんかやったことない仕事をしなきゃいけなかったりとか、なんかそれやってなければなんか配ってくれなかったスタッフがいたりとか、今のメタファーもペルソナもメガテンもやってたり、あんまり変わってないですね。今できる最大限でどういうのが理想的な RPG なんだろうなとか、アトラスにとっても、僕らにとってもですけど、あまり今までなかったようなアプローチの音楽を作ってきたつもりなので、ノリで聴いて楽しいのがペルソナの音楽で、今回のメタファーの音楽は複雑な和声で、実は何度も聴くとこういうのなのかとかいろいろ発見がある、その何度も聴いて良さが伝わるといいなっていう部分が今回のメタファーの皆さんに期待してもらいたい部分です。自分がその仕事を始めて必要に応じてその都度スタイルを考えて書いてきたっていう印象があるんですね。ペルソナのシリーズであればペルソナの雰囲気がありますし、アトラスというメーカーの雰囲気もあり、でその中で自分が出せるものってどういうものなのかなっていうのを常に考えてアウトプットしてきたつもりではあるんですけど、今まで培ってきたものがその慣例としてやってきたものなのか、それとも本当に必要だから残さなければいけないものなのかみたいなのの整理をするタイミングをもらえたかなというふうに思いますね。メタファーに入った経緯は、ペルソナ5作り終わって、でその後に何を作ろうかっていった時に、新しいものね挑戦したいって橋野が言っている時に、何を作るのかまだ決まってなかったんですけれども、新しいものを作るのに合流しないかっていう話があって、でそれで、どちらかというと人が最初にいて一緒に何作るか考え始めるところからスタートしたような感じですね。いろんなそのファンタジー以外にも SF はどうかとか、話だけはいろいろ出たんですけど、実際手を動かし始めたのはファンタジーで決まってからですね。昔すぎてもうあんまり覚えてないけど、ペルソナ5が終わって、僕ペルソナ3、4、5ってペルソナシリーズかなり長くやってたんですよ。何年だろう、10年以上やってて、で世界的にも評価してもらって、そろそろ次の新しいことをやろうかなで、会社の方としてもぜひ新しいタイトルちょっと作ってほしいっていう話もあったし、ペルソナシリーズとかメガテンシリーズ元気なうちになんか新しいことをちょっとやりたいなので立ち上げましたね。最初にお話を聞いて、ファンタジーなのでサウンド面は、今までペルソナでポップな曲を作っていたんですけども、そういう方向ではなくて、いわゆる王道的なオーケストラを使った重厚なサウンドにしていくのはどうだろうっていうのでお話を聞いて、正直僕は嬉しかったんですよね。今までオーケストラの曲とかイベントシーンでオーケストラの曲は結構書くんですけども、プロジェクト全体としてオーケストラの曲を書くっていうのがあんまりなかったので、ついにオーケストラの曲書けるってすごく楽しみにしてたと記憶してます。ファンタジーってなんだろうとかあんまり考えたことなかったんですよね。僕なんかは世代的にやったらウィザードリーっていうゲームだったりとか、あとファミコンだとドラゴンクエストだったり、その後ファイナルファンタジーとかあったけど、なんかファンタジーだから遊ぼうというよりも、もうそのロープレイやろうとすると、もうそのなんていうか物語ジャンルとか舞台ジャンルってファンタジーだったわけですよ。
だからみんなからファンタジーやりたいって言われた時にファンタジーの何が好きなのとか、なんでファンタジーをやりたいのって聞くと、漠然ともうなんか子供の頃から好きだったんでやりたいんですけど、なんで好きなのって言われると、なんででしょうねみたいな感じだったんですよ、チームのメンバーが。でこれ結構面白いなと思って、ファンタジーってなんでこんなに人気があるんだろうみたいなところが僕の中でもちょっとなんか探ってみたいなみたいなのがあったんで、なんかやってみようかなと思ったって感じですね。自分にとってのファンタジーだと、古くは多分ナルニア国物語とか昔のその小説とかお話とかじゃないかなと思うんですね。でその後ゲームなんかでハマったのはウィザードリーとか、あとテーブルトークも D&D 好きな友達がいてテーブルトークもやりましたね。なんでその辺が多分原点なのかなと思いますけど、日本にファンタジーが入ってきた時に最初に何を体験したかなみたいな、でそこから日本の他の RPG にどんどんつながっていったんだよねみたいな話から入りましたね。あんまり今そのファンタジーのゲームとか作品にどういうものが、現時点であるのかという話よりは、昔話から入っていったような感じがあったような気がしますね。ファンタジーを作ること自体が挑戦っていうのが大きいですね。その思っていた以上にそのズレがあるというか、そのファンタジーっていうものジャンルに対しての思いであったりとか、意外と人によって認識が違うのでいちいちそれをすり合わせるのが大変だったっていうところが一番得たものが多かったのかなと思うんですね。そのシリーズものを作ってると、通過になりすぎてしまう部分もあったりとか、あとは世界観で今更聞かなくても大丈夫みたいなところもあるんですけど、ファンタジーって人によって受け取り方がまちまちだったりとか、ゼロからその全てを作らなければいけないけれども、完全にゼロから作るわけではなくて、いろんなところからいろんな要素をこう借りてきたりも絵の中ではするんですけれども、それがどれを選ぶのがみんなが思ってるファンタジーなんだろうみたいなのを具体的にはすり合わせが多くて、でその分いつも以上にスタッフといろんな話ができて刺激になったかなっていうのが一つ、ちょっと内々の話ですけど得たものだったとは思いますけど。でアトラスで現代劇やってきたのって、例えば現代が舞台だとプレイする人がなんか自分にも関係があるかもしれない、現代生きてる自分にもこの物語とか RPG の体験がなんか刺激になって、でゲームをプレイし終わった後の自分にも何か影響があるかもしれないっていう風に、なんかそんな風に思えるものがアトラスの RPG だってに思ってアトラスでゲームを作ってきたから。いや一方でファンタジーってなんでみんなこんなファンタジーが好きなのに、いろんな人に聞くとファンタジーは何でもありだからいろいろやれるんだとか、とにかく自由に好きな世界が作れるんだとか、今の自分を忘れて全く違う自分として全く別の世界でこの現実を忘れられるんだとかね、いやそういう魅力はあるとは思ったんだけど、なんかアトラスで僕らが作るんだったら異世界なんだけど、その異世界の体験が現実生きる自分たちのパワーになるような、なんかそういうものであってほしいなとも思ったし、そういう作品も多分たくさんあるんだと思うんですよね。だからちょっとそれに取り組もうとしたっていう
感じでしたね。僕がそのファンタジーの音楽って国内ではもう二大巨頭のドラゴンクエストとファイナルファンタジーがあって、そういう音楽がまあ王道のオーケストラのファンタジーの曲なんだろうなってはもちろんそういう認識はあって、アトラスでファンタジーのメタファーを作っていくのに、どういうコンセプトにしたらいいのかなというので、ただ単に重厚なオーケストラの曲だともちろんつまんないので、何かテーマとなるようなものをいろいろ考えていて、最終的にはそのメタファーの世界観にある宗教音楽を作ろうと思う。今回のメタファーの音楽のテーマですね。宗教音楽ということで一般的にイメージされるものとしてはヨーロッパのクワイアの教会音楽って感じですかね。そういうのがなんか一般的に想像されるものなのかなと思ったんですけども、その一般的に着想するようなものではなくて、メタファーの世界にある宗教の音楽っていうのはどういうものなのかなっていうところを曲として表してみようと思って、もちろんクワイアの教会音楽みたいな曲もあるんですけども、例えば日本の仏教のお経に近いような要素もありますし、東南アジアにあるようなバリ島ですとか、あっちのなんか独特なケチャとかそういうのと、そっちにイメージされるような土着な感じの音楽を使ってみたりとか、日本だけでなく世界中の宗教音楽のテイストを少し取り入れて、言語としてもエスペラント語をベースとしたメタファー独自の言語によって宗教音楽を作るっていうのが今回の作業となった感じですかね。冒険とか旅とかって言われるもの、特にファンタジー RPG だと定番的にあるじゃないですか。その主人公は未知に向かって冒険していって、いろんな街を訪れていってね、最後に何倒すのかはいろいろ違うのかもしれないけど、でその中でやっぱりあんまり未知な冒険ってできないんですよ。なかなかきっかけがないとね。今回そのファンタジー RPG を作ってみようっていうのも、僕らにとってはやったことない、未知な冒険っていうとちょっと大げさかもしれないけど、なかなかそういう機会をもらえないとできないことだし、なんでその新しいことに例えばチャレンジ踏みとどまった方がいい時もあればね、そこはこうやっぱり飛び出していった方がいい時っていうのは人それぞれあると思うんですけど、もしそれがそのなんかブレーキになるとしたら何なんだろうなってことも単純に不安なんだろうなと思うんですよ。ファンタジー RPG 作ったことがないから作ってみようって思うのか、いや作ったことないんで、新しいゲームだけど現代劇にしとこうって思うのか、そこって取り方人それぞれだけど、やっぱ不安だからやめようじゃなくて、不安ってことはつまりこれにチャレンジして不安じゃなくなる時が来るかもしれないわけじゃないですか。チャレンジしたことに対して多分新しいそのステージって言ったら大げさだけど、なんかそういったところに行けるのかなっていうふうに、作りながらも思ったので、なんかこういうなんか不安に向き合うみたいなテーマってすごい多分日本だけじゃなくて、多分生きてれば誰でも多分不安はあるでしょう。どんなことでも。なのでなんか東京を舞台にした現代劇では なく、異世界を舞台に現代人になんか通じるような、なんかパワーになるような宮本として、なんか不安感情みたいなものをゲームの根っこに入れたら、なんかまとまるかもしれないなと思って。
かたやそのベーシックなそのファンタジーの剣と魔法とみたいな世界観も当然自分も好きですし、それが好きっていう人たちに向けて発信してるっていうのもあるんで、分かりやすいところは分かりやすいところで置いといて、どういうところに自分たちのスパイスをつけていこうかっていうところでは、例えばファッションブランドとかで特にそのファッションの中でもどちらかというとトラディショナルな雰囲気を持っているブランドのスタイルなんかを見て、どんどんああいうそのブランドって時代に合わせてカスタマイズされていってるものなんでしょうけれども、伝統的にこう残していってる部分っていうのがある、進化させていってるみたいなところですごく今回自分たちがやろうとしてることに合うんじゃないかなと思ったので、どちらかというとディオールであったりとかバーバリーとかそういったカチッとしたところのコレクションなんかをよく参考にしましたね。あとは記号としてそういったものを意識してるんだよっていうポイントを入れたくて、70年代のファッションっぽいものを結構意識して、スインギングロンドンなんて言われてた時代が70年代ぐらいだと思うんですけど、その辺のスタイルみたいに一番そのファッションがファッションっぽく見える時代っていうんですかね、ファッションのためのファッションみたいな雰囲気が色濃く残っている時代なので、ジュナっていうキャラクターがいるんですけれども、ワンピースに白いバンダナ巻いて出てくるキャラクターがいるんですけど、あの辺なんてツイギーとかあの時代の70年代とかのモデルさんとなんか見ながら描いていったりとか、あとは赤髪のキャラクターがいるんですけれども、ヒュルゲメルっていうキャラクターがいるんですけども、の髪型なんとかはビダル・サスーンとかああいうのモデルさんとかの雰囲気とかメイクとかもそうですね。あんまりファンタジーものだとメイクって気にしないんですけど、バチバチにまつげ描いてみようとか、そういうところやりたいことをその世界観にこういうものだったら合わせられるんじゃないかなっていうのを試行錯誤しながらポイント入れていってる感じですね。すごい貴重な存在だなと思うし、特に副島さんの画風でやっぱりこれからなんか成長していく、これからなんか何かを目覚めさせていく、最初にその素体っていうかこれから吸収していくキャラクターっていうのが必要なわけですよね、僕らが作った RPG のキャラクターとして。やっぱそれは特にメタファーでは副島さんに今の流れで描いてもらったっていうんじゃなくて、副島さんの絵がやっぱり必要だったし、それを副島さんもちゃんと設定上は解釈してくれて、その中性的っていうのかな、主人公の、今回の若さと少し中性的なイノセントかな、無垢な感じでお願いしたっていうのはすごい気に入って、使ってますよね。主人公が多分一番、気を描くというか、自分たちが今までやってきた路線で描いているのだと思うのですが、より純真な感じのキャラクターを描きたいっていうのがあって、今まで自分が描いてきたキャラクター、特に主人公のキャラクターはプレイヤーに見えない未知なる力を内に秘めてるようなキャラクターが意外と多くて、不敵なその魅力につながったりもする部分でもあるんですけれども、今回はペルソナと比べてって話になってしまうんですけど、現代劇のペルソナの場合、その現代っていう社会世界を知った上でユーザーの皆さんは当然そこに入っていくんだと思うので、それに対してどういうスタンスを取るかみたいな感じでプレイするんだと思うんですけど、ファンタジーの場合未知なる世界に入っていく主人公なので、言ってしまえばその世界の中では常識がまだ全くわからない、その純粋なところから始まるのだろうなと思って、
あんまりその中でこう斜に構えてるようなキャラクターだとなんかこう世界観にスッと入っていけないような気がして、なのでいろんな主義主張であったりまだわからないその世界の中に入っていくのにふさわしい純真な雰囲気のキャラクターにできればいいかなと思ってデザインしてますね。目つきとかあとは服装もあんまりその色のついてる服ではなくって純白の服を着ていたりとか、そういうところで表しているつもりですけれども。メタファーの中の世界にはいろんな勢力というかいろんな人種がいるんですけども、それぞれの人種がいる中の宗教もいっぱいあるよねっていうイメージで実際の世界観に合わせて作っていってみたっていう感じですかね。こういう声の人が欲しい、そして拳が効くんだけども高い音でカラッとした声の人がいい。でもこういうメタファーのゲームの音楽に対して柔軟に発想できて対応できる人がいいっていうすごく難しいリクエストを出して、そこで一生懸命もうバッチリのボーカルの方を探してきていただいて撮れたっていうのもあるし、お経に関してもこういう声質ですごく速いリズムに乗ってお経をエスペラント語をベースとしたものをパッとできるような人を探してもらったんですけど、これなかなか見つからなかったんです。 YouTube でそういう人いないかなっていろいろ探していたら本良さんっていう方なんですけども、ナムとジャズが合わさったお経をやりつつバンドはジャズでかっこよかったんで、もうこの人しかいないって思ってその人にお願いしたらもう快く受けていただいて、なのでいろんなそのボーカルとかクワイアとか、変わったことをやろうとした中でうまく出会いがあったって感じなので、僕のわがままにがっちりハマる人がもう本当にありがたいことにうまく見つかって今回の曲がいくつかできたなって思いますね。いろんな切り口っていうかあるんですよ。実際の設定面、どういう人物像なのかとか種族の設定とかもありますね。副島なんかはきっとキャラクターと書く前、今までって人前提でキャラクター書けてたけど、まずその人ってどういうこの世界におけるものなのかってとこを一から考えなきゃいけなかったんで、相当リトライしながら頑張ってましたけど。コンセプトから入っている部分なので、種族の分け方は地理的要因とかではあまりなくてですね、例えばその沼地に住んでるリザードマンですとかみたいな、そういうなんか分かりやすいその生態系の話であれば絵に直結するのでデザイン、ある意味しやすかったのかもしれないんですけれども、その8つの種族が出てくるのがその地政学的にこういう民族だみたいなで、こういう性格を代表する人たちなんだみたいな人格設定で種族を分けてるみたいなところがあったので、形にするのがなかなか難しかったですね。分かりやすいので言うと、そのムツタリ族っていうなんかそのオープンにしない種族がいるんですけど、あまり素顔を見せないみたいなこもってる感じを出してみようかなとか、あとはコウモリっぽいキャラクターがいるんですけれども、八方美人のそのコウモリの逸話は、あれはコウモリっていうのはその鳥にも属さず哺乳類にも属さない日和見っぽい雰囲気があるんで、ここはコウモリっぽい見た目にすることによってそれを暗喩してみようかなとか、そのアイデアがあるものもあれば、衣装でその威圧的なその雰囲気に見せてみようとか、キャラクターというかその
種族のデザインのいろんなポイントに今回の設定に合ったそのポイントっていうのをどういうふうに入れていこうかっていうのは個々にアイディアが出るまで試行錯誤してましたね。今回はなんかもちろんルイってキャラクターって最初に国王を暗殺したりとかっていうゲームの中では大役人なんだけど、やっぱ敵が思ってるその考え方とかにも敵でありつつやっぱり共鳴っていうかですね、なんか共感できるような、そういうなんか二面性みたいなプレイしながらのそういったものがある方がいろいろ多分広がるし、なんか一方的にもならないのかなと思ったので、そこは結構魅力が上がるように敵キャラクターの造形もかなり意識しましたし、あと面も副島さんに最初からその話をしながらちょっと作ってほしいって言いましたね。だから普通はキャラクターペルソナの時書く時って主人公で主人公の2番目の仲間書いて3番目の仲間書いてとかっていう順番でやりがちで、その敵なんかはその後に書くんですけど、今回は多分主人公とかガリカっていう妖精の相棒とかの後にルイをまず描いてもらって、それが対峙するような絵を作ってもらった記憶があります。そのぐらいなんか今回敵も、キャラ的に多くの人が気に入ってくれたらなっていう思いはあります。今までずっと一緒にやってきたので、特にペルソナ3ですかね、シリーズの世界観というか舞台設定とかアートのイメージを大きく変えて、でその時に一緒にもっと若かったですけど3人とも目黒さん副島さんとチームスタッフとやってきたから、メタファー始める時も一緒にやってくれっていう話はしましたけど、割と自然にもちろんやりますよやりましょうっていう感じで続いてる感じですね。基本的なその橋野さんとの仕事の関わり方はあまり変わってないですかね。今回特に自分はキャラクターデザインに特化した部分なので、その受け持つ範囲が若干ペルソナとは違ってるというのがあるんですけども、結構いろんな話をこう聞いてくれるんですけれども、どう思うどう思うって聞いてくれて、往復というか繰り返しというか感じですかね。音楽に関しては橋野さんはほぼ何も言わずに目黒が好きなようにやればいいんじゃないっていうのがすごくありがたいんですけど、メタファーになってからはすごく音楽どうしていこうかっていうのを2人でよく話し合って、橋野さんもイメージしているものがあって、で僕自身もその橋野さんがこういうことをしたいんだなっていうのに対して提案をしていって、でどういうふうに落とし込むのかっていうことをやったのが今回の特徴だったかなと思うので、橋野さんと一緒に音楽作りの面ではこういうアプローチは初めてだったかなと思いますね。2人で構築していったっていう感覚が強いですね。最もこだわったポイントは
気持ちの問題の部分は大きいのかもしれないんですけれども、スタイルですかね。架空の世界と現代の好きなそのファッションであったりとかスタイルみたいなものを融合していくポイントっていうのがいくつかあって、それを足がかりにその他のキャラクターを変えていった部分もあるんですけれども、その辺が一番のこだわりポイントですかね。いろいろ引きずっていたものから抜けて書いた部分なので、ある意味、主人公じゃないですけど純真な気持ちで書いてるので、それがどういうふうに皆さんにその印象を持って見られるのかっていうのをすごい楽しみにしています。今回に関してはオーケストラの曲書くに関してやっぱりちょっと頭の切り替えをしないとなかなかクラシックミュージックに通じた曲って書けなくて、今まで習ってきたクラシックミュージックの楽典って呼ばれる音楽理論に対してもう一回復習して、ああこういうこと忘れてたなとかいろいろ思い出しながらこういろいろこう勉強してこう書き直して、ああこういう転調が使えるなとか、そういうすごくそのクラシックミュージックの勉強を一からもう一回復習できたっていうのがすごく楽しかったし成長になったなって思いますね。なので今回の成長は次になんか生かしたいなとは思いますけど。新しいなんだろうな、ファンタジー RPG にチャレンジするって言っても、今までやってきたそのノウハウで使えるものは全部入れようと思ったし、テーマとかやりたいその軸みたいのがぶれない限りはそういったものは多分入れた方がゲームの完成度は絶対上がると思ったんですよね。何から何まで一から作るわけにもいかないじゃないですか、完成度を高めるためには。そういう意味ではアトラスの過去の作品に一番影響を受けてるかもしれないですね。僕自身があんまり旅行行かないから、それこそ箱詰めでやってるっていうのもあるし、なんか仕事のせいにはしているけど、あんまり外に出るのがそんな好きじゃないんですよね。完全にインドア派っていうか、ゲーム開発者はそういう人も多いと思うんですけど、なんか現代の人がなんか例えば旅に出た時にね、なんかメタファーの旅を思い出してくれるような旅だといいなって思っていろいろ設計しました。なんかそこがなんか重要な気がしたんですよね。大概の人にとってやっぱり今生活してるこの場から一旦離れて自分をなんか俯瞰してみる、客観的に見る、なんか高い視座から自分を見つめ直してみるっていう旅っていうのは期間の決まった旅行であることが多いから、そうしようと思ってそのメタファーの旅も